はい、じゃあそれでは森田農園の畑を見せてもらいましょう。はい、はい、じゃあ案内しますね。はい、お願いします。はい、本当いろいろやってますね。そうですね。これは？これは空心菜。空心菜。はい。夏のシーズンで主に出すんですけど、ちょっともう終わりかけで、もう結構切ってっちゃったんで、もう10月に入ったらそろそろ硬くなっちゃう。そうです、硬くなっちゃうです。こうやってなんていうんですかね、こうピッて自分で切って、あ、これは硬いなとかで見て、手で判断してダメだと思ったら捨てちゃうし、いいのは取って食ってる。ちなみにいつから取ってるんですか？これはですね、7月中旬ぐらいですかね。じゃあハッシュは6月に入ってから、はい、もう直で巻いちゃう。巻いて、それが出てきたのをこれをぶっ刺して増やしてました。ここ刺しちゃうの？刺して、はい、さつまいもみたいな。さつまいもみたいな。すごいね。生やしてこうなってました。ちょっと待って。巻いたのを切っちゃって。なんで切るのそれは？増やすために。最初は増やすために。さつまいもみたいな感じ。そう、さつまいもみたいに。これをマルチっていうね、白い。夏は白なんで。はいはいはい。ここにぶっ刺す。で水あげて。でよく言えば遮光ネットとかすると夏場なんでどんどん増えていくって。なるほど、初めて。本当ですか？これ僕は先輩農家さんから教わって、そうなんだ、増えるんだよって増やした。同じだもんね、さつまいもみたいな感じだもんね。ちなみにこの収穫するバッと見ると全然わからないけれども、これどれを収穫するかっていうやつちょっとやってみてもらってもいいですか？はい。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい。例えば僕はこれですね。これ長さ的にもちょうどいいんですけど、この芽を次出すと。次出したいなって、この芽を例えば出したかったら、こうそっから取るんだ。でまた入ってくるのをずっと取っていくっていう。これってもう長さは決まってるの？森田君の中では。いや、決まってなくて、それに合わせて切っといて、で調整作業というか袋詰めの時にちょっと切って調節を改めて、切り口もこれよりスパッの方が見た目もいいですし。なるほどなるほど。これがさっきその前取ったやつね。はい。でその間から出てきたやつをまた取ると。はい。でどんどん取っていくでできる野菜です。もうここでずっと3ヶ月4ヶ月取ってると。そうっす。こういうのがあるとね、ちょっと安心だよね。そうですね。長く取れるものは特に夏の葉物はね。はい。なるほど。これがほうれん草ですね。はい。ほうれん草。今取ってるほうれん草ですね。でもやっぱほうれん草はやっぱり直売をやってると重要な野菜なんですか？重要な野菜ですね。やっぱ味噌汁に入れたりとか何でも使える野菜なんで、常に一定の量をさばけるというか、結構こう見るとほうれん草、赤軸ほうれん草、ほうれん草、小松菜ほうれん草みたいな感じでね、ほとんどほうれん草だもんね。そうですね。葉物がね。ちなみにこの間に巻いてるのは何なんですか？これはルッコラ。ルッコラ。なんでここにあるんですか？ですね、これは道が広かったんで、ちょっともったいないと思って、急遽ここにルッコラをちょっとやることで。ここでも通路だから邪魔にはならない。邪魔になるけどももったいないっていうところで、ここでもちょっと稼ごう。面積がね限られてる。そうなんですよ。まだうちは面積少ない農家なんで、こういうところでちまちまやるっていうのがちょっと。ちなみにこの前の台風は大丈夫でしたか？ですね、台風はすごく影響を受けました。で目の前にハウスが実は5棟あったんですけど2棟になっちゃいました。本当はあそこにあったんだ。あったんですね、同じようなのが。飛ばされちゃって、隣のうちに入ってました。
森田さん、春菊の栽培がすごく上手っていうイメージがあるんだけれども、ちょっとそのやり方を伝授してもらいたいなと。伝授して、そうですね。春菊、うちはこの最近ハ種機を買ったんで、だいたい15センチぐらいのイメージで間引きながらちょっとこういう揃えていくんですけど、その間引いたやつも売れるんで、一本ちょっと抜いていいですか？いいっすよ。下から。ちなみにこれが多分1箇所に3粒ぐらい巻いてあるのかな、4粒ぐらい巻いてあるの。3粒ぐらい入ってる。3粒ぐらいで、かなり下からこれ切ってるよね。そうですね。じゃあこれを分かりにくいからこれが、こんな下からもう1回目取っちゃうんだ。取っちゃって、で脇を伸ばすっていう。じゃあこれもう1回収穫した後。そうですね。一番最初のはそうですね、こう成長点というか、これからどんどん伸びるとこう一回切ることによって横から出てるのを、さっきのと一緒ですね。なんか空心菜と同じようなイメージは。でもここの長さは15センチぐらいになった段階で、そうですね。もう取っちゃうと。これで結構売り上げ立つんじゃないですか？立ちます。じゃあこの20メートルぐらいかな。そうですね。でどれくらいの売り上げなんですか？どうなんですか。計算が僕ちょっと苦手なんで。本当に苦手で。またもうだって野菜はお金しか見えてないんでしょ？いや。これでね食べてってるんで。これだ、森田さんの春菊ってなんかすごく俺の中では上手にやってるなっていうイメージがあって。その最初切るっていうのが大事で、切ってって脇芽を伸ばして長く取ると。でこれ第1回目なんですよ。第2回目は今巻いたところやってですね。もう芽が出てる。ここですね。これが例のこの冬越えをする冬越えを。これはハウス内でやってるんだ。ハウス内ですね。今巻いてもこれ1週間目ぐらい？そうですね。1週間ちょうど経つぐらいでちょっと生え始めたかな。でポツポツ出るはず。この後じゃあ出てくると。これがもう12月ぐらいから。そうですね。11月ぐらいからか。11月のぐらいですかね。ぐらいから収穫始めて4月ぐらいまで取りますかね。4月まで取る。結構長く。これがあれだよね。ニヤニヤしながら言ってたやつだよね。長く取れる。儲かるそうですよ。だって暖房機もあるもんね。春菊に。暖房機があることによってやっぱ長く取れるですね。だってこれも15メートルぐらいだもんね。春菊農家になろうかな。春菊いいと思いますよ。取れるの大変ですけどね。そうだよね。取るの大変だけど、確実に売れるもんね。そうですね。でうちは結構生で食べてほしいなっていう。生で？ぜひ。そうなんですよ。結構生でも美味しく食べれるんで、春菊って絶対鍋とかでやるんですけど、サラダでドレッシングかけて食べるだけで本当に美味しいです。森田君が言うとね、なんかね、全て美味しそうになっちゃうのがちょっと。そうですか。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。